おはようございます。たかしです。本日は7月28日木曜日、ただいま9時24分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは FOMC の結果を受けて、ポンドドルが急上昇した結果、ポンド円もそれにつられて上昇してきてます。現在は少し下落しているんですが、一旦は三角持ち合いを上抜けた形にはなってます。ただ、この一本上抜けたからといって、このまま上昇するのかというと、そうではなくって、本日がまたここで全戻しになると、結果的にここは騙しだったねということになりますので、今はまだ様子見、ここから上抜けて上昇すると考えるにはまだ少し早いかなとは考えてます。ストキャスティクスは高値圏に向かってますので、もう少し上昇余地があるようには見えるんですが、基本的に綺麗に動いておりませんので、ここからデッドクロスして下落することも考えられます。そもそも先週の週足のローソク足が上髭陰線、長い上髭陰線となっておりますので、その高値がここなんですね。だから、ここを今強く抜けられないと、ここからトレンド転換して上昇していくっていうのは考えにくいので、まずは昨日の高値を抜けてこられるかどうかっていうところが、この先の中期的な動きに影響してきそうです。とは言いつつも GMMA は上向きですので基本的には上昇トレンドなんですが、毎回言ってますが、ここ今大きなトレンド転換になっているところでもありますので、ここからの大きな下落に向かっていくんじゃないかなというふうにも見えますので、今は少しここから上昇していくと考えるのはちょっと難しいんじゃないのかなと思ってます。では1時間足です。昨日の上昇で1時間足の目線も上になってますので、4時間足、1時間足目線上なんですが、やはり今は基本的には三角持ち合いの中で動いていた。で、今は一旦は上抜けてますけれども、この上抜けが騙しになる可能性も考えてトレードをしていく必要があります。4時間足ではストキャスティクスは今高値圏、ただデッドクロスの仕方が綺麗じゃないので、この辺でまたしばらく揉み合ってからの下落になるのか、揉み合ってからの上昇になるのかというところですね。日足を見てると、ストキャスティクスがもう少し上値余地がありますので、ここからもう一度昨日高値を目指して上昇しそうにも見えますが、今ここから4時間足、ストキャスティクスここからデッドクロスしてきますと、下落してきますので、一旦は昨日のこの上昇の視点ぐらいですね、165円ぐらいかなまでは下落してくる可能性がありますね。ここで今 GMMA も来てますので、そこでサポートされてどうなるか、もう一度上昇してからの下落になるのか、昨日の高値を超えてこられるのかというところです。で、今ここダブルトップのようにも見えますので、今ここですね、ちょっとこの直近の高値を上抜いてます。少し上抜いてストップ狩りをして、そこからのダブルトップでの下落ということも考えられますので、今はするならショートエントリーの方が優位性があると思います。もしロングエントリーをする場合は、この GMMA にサポートされたのを待って、もしくはこの高値ですね、166.3 付近を明確に上抜けてからのロングエントリーっていうのがいいと思います。ただ、今、日足ではここが三角持ち合い上抜けになってるんですが、抜け方が甘いですので、このまま上昇したとしても、もう一度下落してから、日足単位での押しを作ってからの上昇になると考えられますので、今一旦上には行くかもしれませんが、もう一度大きめの下落が来る可能性もありますので、その辺は注意ですね。現在はここでダブルトップになって下落するのか、ここを抜けて押し目買いで上昇していくのかというところですが、今、週足を見ていますと、まだここから上昇するのは難しいんじゃないのかなと個人的には考えてます。では1時間足です。1時間足ここにエリオット波動みたいに見えますよね。1、2、3、4、5みたいな。ちょっとこの4波が極端ではありますが、今その5波っていうのは急激な上昇で終わることが多いですので、この急激な上昇で5波が終了して今修正波みたいな感じかなというふうにイメージできます。と考えると、ここですね、38.2% の165円ぐらい。これが4時間足の、GMMA がこの辺に今来てますので、この辺付近が一旦の反発ポイントかなと見ております。今は 23.6% で引っかかってますが、ここから上昇してこれるのか、それとももう一段深掘りしてから上昇するのかというところです。で、昨日の上昇が大きかったので、基本的には押し目買いが入ってきやすいとは思いますが、ここ、高値圏ですし、三角持ち合い上限を上抜け騙しになるか
かというところですので、ここからあまりロングで引っ張っていくのは微妙かなとは感じております。で、先ほども言いましたが、どちらかというと、上がってきたところで売っていく方が、安心かなとは考えております。ただ、買い足で見てるとやはり押し目買いの方が優勢ですので、今はこの辺 38.2% の165円ぐらいでは押し目買い。で、ここで上げ渋るならもう一段下げてくるっていうことも考えられますが、61.8% ぐらいまで戻してくると、ここでもう昨日の上昇が全戻しになりますので、そうなるとここからの大きめの下落、また三角持ち合いの中に戻っていく、もしくはここを下抜けるですね、三角持ち合いの加減がこの辺にありますので、ここを下抜けてくる可能性が高くなってきますので、今は、ロングは短く、そしてショートは高値圏で引き付けてからというところでしょうか。朝から円高が来ておりますので、ドル円が下落気味です。そうしますと、クロス円もそれに引っ張られて下落気味になりますので、あまりロングは優位性が本日はないと思っておりますが、それでも短期的には押し目買いが入ってきやすいと思いますので、ロングは短く、ショートは引き付けてというところで、本日はやっていけばいいんじゃないでしょうか。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。